こんにちは、メイです。前に手書きマップはどうやって作るのか動画にしたのですが、無料アプリだけで作ってほしいとのリクエストをいただきましたので、今回は無料アプリのみで手書きマップを作成していきます。どんな地図が出来上がるのか気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずはマップ制作のダイジェスト版をご覧ください。これ全部無料のアプリのみで書きました。どうやって作ったのか知りたい方はこの後の解説編を、満足した方はご視聴ありがとうございました。ということで解説編をやっていきます。最初にマップをスクリーンショットで撮っていきます。前回と同じですが、まずはマップに表示される自分の位置情報のアイコンが邪魔なので、アイコンがあっても邪魔になりにくい砂浜に避難します。広い砂浜ならどこでも OK。何気に重要な作業となります。地形と自分のオレンジのアイコンがどこにも被ってなければ OK。この状態でスクショします。他に描きたい家があれば写真を撮っていきます。別に家の形までしっかり描きたくないという方はこの作業を飛ばします。描きたい方はぜひカメラで外観をバシバシ撮ってくださいね。写真を撮ったら事前準備としてスイッチからスマホやタブレットに使いたい画像を取り込んでおきます。今回使うアプリは3つ。まずはスマホなどに標準で入っている写真アプリ。2つ目は背景透明化というアプリ。3つ目はアイビスペイントです。上の2つは事前準備で使い、アイビスペイントで描いていく感じですね。取り込んだらまずは標準アプリの写真でスクショしたマップを2つ以上に増やします。最初に右上の編集からマップのみ切り取っていきます。だいたいこのマークをしておけば切り取れます。ギリギリまで切り取ります。これをベースにして後で描いていきます。次は施設を切り取ります。全部の施設を切り抜き、次に使うアプリの事前準備をします。次は背景透明化というアプリを使います。アプリを開いて写真を読み込む。先ほど切り取った施設を読み込みます。読み込んだ時点でだいたい背景を削除してくれています。あとは細かい部分を手動で削っていく感じですね。さらに小さくするのでそこまでこだわらなくても OK です。これを全施設分やります。背景透明化系アプリはたくさんあるのでお気に入りのものがある方はそちらでも OK。私はこのアプリが一番シンプルかつ間違って課金要素もないので割と安心して使っています。気がついたら有料プランだったということはかなり怖い現象ですからね。背景を削り終えたら透明で保存します。この画面になったら写真アプリ内に保存されています。これを全施設背景を切り抜いたら次はアイビスペイントへ、マイギャラリーへ、新規キャンバスの1対1、右下のレイヤーを押し、カメラボタンから家の外観の写真を読み込みます。位置を確定させたら描いていきます。描くときは必ず画像の上に新規レイヤーを追加にします。この3のレイヤーに描いていく感じですね。ちなみにタッチペンなどあると便利です。
あらを隠すためにはブラシの形が重要。こんな感じで広告ロックがついています。広告を見れば有料ブラシが使えるので見ます。時間制限付きですが、有料ブラシを無料で使えるようになります。おすすめブラシはモケモケした水彩ポイントというブラシです。あらを隠してくれるのと集まりの雰囲気によく合うので、個人的にかなりおすすめ。家をなぞっていきます。ブラシを選択した状態で同じ色にしたい部分を長押しすると色が取れるので、長押しして色の確定。ひたすらになぞります。窓などは後で描くので塗りつぶします。適当で OK。 絵があまり得意でなくても同じ色でなぞっていくだけなので、多少難易度が低めですね。こうやって手書きで描かなくても、先ほどのように家の写真を背景透明化するのでも OK。 そっちの方が簡単かもしれません。読み込んだ画像を消すと穴がわかるので塗りつぶしていきます。描いたものは一旦視認オフにして、新しいレイヤーに窓などを書き込みます。やはりこの作業面倒な方は飛ばすのをおすすめします。私は面倒でしたが、なんとなくで描いた愚か者です。できたら保存します。ピング形式で10日にして OK。4件分書きました。地図を作っていきます。1対1の2形を選びます。2048×2048 ですね。大きめに書くと小さくした時に綺麗に見える。ただそれだけの理由です。先ほどと同じようにカメラマークから写真を読み込みます。縦横比を変えないように気をつけながら、画像の四隅を引っ張りながら引き伸ばします。画像の上に新規レイヤーを追加し、ここに緑の大地を描いていきます。水彩ポイントのブラシを使って緑の大地は淡い感じに隅から隅までなぞっていきます。範囲が広いので大きめブラシでババッと塗って、ちょっと細かくしてモケモケが強すぎる端を整えます。今描いたレイヤーを視認オフにして新規レイヤーを追加。砂浜を描くために緑の大地の下にレイヤーを移動。砂浜を塗っていきます。前回動画にしたのと同じ流れですね。新規レイヤーを追加し岩を描いていきます。緑の大地の下に岩場レイヤーを持っていきます。緑の大地の上に2段目レイヤーを作ります。2段目は1段目より少し明るい色にします。後で塗りつぶしてしまうので適当で OK です。新しいレイヤーを追加し一番上へ道を描いていきます。マイデザインで描いた道は地図上で表示されないので、思い出しながら道を描いていきます。思い出せない部分は島を駆けずり回って書き込みます。自分が作った島なのに細部が思い出せないんですよね。今回は石の道やタイルの道などもレイヤーを分けて描いていますが、別に分けなくても OK です。道もここまで細かく分けなくてもいいし、やりたければやるくらいです。今は木の道を描いています。どこに敷いたのか忘れているので、ここは存在しないかもしれませんが、なんとなくで描いています。道路っぽく白線をつけていきます。この辺りはこだわりの領域ですね。道を描いたら建物を乗せて完成ですが、オランジェ島は海があるので海を描いていきます。砂の道の部分を描いていきます。タイルに目地をつけていきます。オプション作業なのでこだわりたい人向けですね。砂の道の上に海のレイヤーを持ってきて海部分を塗ります。マイデザインが地図では表示されないので想像しながら塗ります。こうやって塗っているとほとんどが水浸しなんだなと、すごい量のマイデザインを貼ったのかと思うと、さら地にすることを考えたくないですね。しかもほぼ1段目という地獄かなと思っています。忘れていた3段目を塗って階段を描いていきます。3段目は2段目の緑よりさらに明るく、階段は種類ごとに色を変えていきます。これでベースが完成したので施設や住宅を置いていきます。画像を読み込んだ時と同じようにレイヤーからカメラボタン、背景と画済みの施設などを選択。実際の場所に移動させます。
道の下に案内所レイヤーが来てしまっているので、一番上に持っていきます。レイヤーは重なり順なので見せたいものは一番上です。他の施設や先ほど書いた家なども同じように置いていきます。同じ絵をたくさん並べたいときは投げ縄ツールを使って選択し、コピペを繰り返すだけです。レイヤーのコピーでも OK。全部コピペし終わったら右下の選択解除をして完了。建物も全てできたらここで終了しても OK。ここからは家具や柵、木などの書き込みタイムなので、書きたい人だけ書く感じですね。今回はちゃんと家具も手書きで書いていますが、背景透明化を使った画像でもいいかと思います。小さくするので細かく書いてもちょっとわかんない領域ですね。背景透明化から建物を貼り付けるまでだいたい2時間くらいです。あとの細かい書き込みで2時間、合計4時間くらいかかっています。それを聞くと長いように思いますが、1回分の島クリエイトより少ない時間ですね。すべて書き込みが終わったので、画像をピング形式の10日で保存して終了。このマップを手書きで書くとこうなりました。前のマップからは想像できないほど水浸しですね。無料のアプリのみで制作する手書きマップはいかがだったでしょうか。意外とできそうかもと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。